歴史ものコスプレなどにおすすめ。火縄銃の作り方始まるよ。こんにちは、コスプレイヤーの逆屋だよ。今回はこちらの火縄銃を作ってみました。歴史系作品とかで火縄銃とかよく出てきますので、この作例を参考にいろいろ作ってみてはどうでしょう。それでは早速みんなで作りましょう。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずはフレーム部を組み立てます。3枚の COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着していきます。瞬間接着剤は100均のやつで OK だよ。角張ったままだとおかしいので、カッターナイフを使って角を落として形を成形していきます。ちなみに作るにあたって火縄銃の構造など軽く調べはしましたが、実際の火縄銃ではこんな構造してないよという部分あるかもしれないですが、どうかそこは目をつむっていただければと思います。あくまでコスプレ小道具ということでお願いします。木でできているような風合いにするために、少しずつ切れ目を入れていって木目を作っていきます。薄い COS ボードから切り出したパーツを1枚瞬間接着剤で接着します。これは発火させる部分のパーツですね。まずはカッターナイフで形を削り出していきます。加工したパーツを瞬間接着剤で接着します。これでフレームの組み立ては完了です。逆用が他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。バレルを組み立てます。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。薄い COS ボードと先ほど切った水道のパイプをボンド G17 という接着剤で接着します。ボンド G17 はホームセンターや100均で売ってます。瞬間接着剤でもくっつくのですが、面積が広いのでコスト的なことを考えてボンド G17 を使いました。バレルを瞬間接着剤でフレームに接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装となります。逆用が動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料の塗りが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具など使う場合でも OK です。
今のままだとツヤツヤでおかしいので、ツヤなしクリアスプレーを塗装します。こちらはおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。というわけでこれにて完成だよー。全長は61センチ、重量は 170g、制作時間は3時間、材料費の目安は1000円となっております。動画の内容に質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。